こんにちは、ヒロです。動画制作やコンテンツ作りをしていて、音声のことで困ったことはありませんか？例えば、会社紹介の動画や研修マニュアルのナレーション、電話の自動応答ガイダンスなど、ビジネスの現場でも動画や音声を使う場面って少なからずありますよね。そういった時に自分の声を入れるのには少し抵抗があったり、かといって読み上げソフトだとロボットっぽくなってしまう。もっと手軽に音声を作れたらいいのになって思ったことないでしょうか？今回はそんな時に活躍する圧倒的なクオリティを誇る音声生成 AI、11ラボを紹介します。音声生成 AI って聞くと少しロボットっぽいような不自然な話し方を想像する方も多いかと思います。しかし今回紹介する11ラボは音声生成が難しい日本語であってもめちゃくちゃ流暢に話してくれるのが特徴です。さらにただ単にテキストを喋るだけではなく、効果音を作ったり画像から喋る動画を生成したりと、これ一つで動画素材が揃う制作スタジオみたいなツールになっています。今回はこの11ラボで使える主要な機能を実際に触りながら一通り解説していきたいと思います。11ラボにログインするとこのようなインターフェースになってます。では早速基本中の基本であるテキスト読み上げから見ていきたいと思います。まずは右サイドバーからボイスとモデルを選択します。まず先にモデルから選択します。モデルはいくつかあって、品質が高いものだと V2 と V3 があるんですが、最新の V3 が圧倒的におすすめです。実際に何回も生成試したんですが、V2 でも文章によってはうまく喋ってくれることもあるんですが、日本語だとどうしてもロボットっぽくなってしまう部分が出てきていました。逆に V3 はめちゃくちゃ精度高いです。で、V3 を選んで続けてボイスを選ぶんですが、他の言語のボイスもたくさんあるので、ジャパニーズとかのキーワードで日本語対応しているボイスで絞り込んで選びます。男性女性と結構いろんなボイスが用意されています。はじめまして。私の名前はソラ。日本の女性のナレーションです。こんにちは。私は東京生まれの日本人で、私の声はキャラクター表現や説明など様々な用途に対応できます。人は経験によって成長する。で、この中で自分の好みなのを選択して、で、設定ができたので実際に生成してみたいと思います。中央の入力フィールドに喋らせたいテキストを入力して、右下の音声生成ボタンをクリックします。はい、生成が完了したのでこれで再生してみます。またデザインの修正ですか。もう勘弁してくださいよ。またデザインの修正ですか。もう勘弁してくださいよ。はい、めちゃくちゃ自然な日本語で喋ってくれてます。ロボットっぽいニュアンスも全然感じないクオリティになってます。試しに他の文章でも生成してみたいと思います。納期明日ですよ。今からその修正入れたら、僕いつ寝ればいいんですか？はい、これも自然な日本語で音声化してくれました。で、これだけでもすごいんですが、V3 モデルだと抑揚や感情の指示ができるエンハンスという機能が使えます。これがどういうものかというと、文章内に括弧書きで感情表現を入力してあげます。これで生成をすると、その指示に従って抑揚をつけて音声を生成してくれます。こんな感じになります。またデザインの修正ですか？もう勘弁してくださいよ。はい、こんな感じでより感情的な音声を生成することが可能になります。ちなみにこれ数あると結構大変になると思うので、ここのエンハンスボタンを押したら AI が文章の文脈を把握して自動的にタグを挿入してくれるって機能もあります。また既存の声だけではなくて自分の声を録音して自分の AI ボイスを作るボイスクローンという機能もあります。ボイスクローンの中でもプロフェッショナルボイスクローンって機能を使うとより高品質なクローンが可能です。この機能は有料プラン限定にはなるんですが、一番安いプランだと月額3000円前後で利用することが可能です。で、この機能を使うためには30分から2時間ほどの音声を登録する必要があります。で、僕の場合は過去に上げた YouTube 動画の音声をいくつかアップロードしてみました。これで作成したボイスはこんな感じです。こんにちは、ヒロです。今回は11ラボで僕のボイスを作成してみました。精度はどうでしょうか？はい、これ僕が聞いてもめちゃくちゃ僕の声になってます。ただ、この音声は今のところ V3 にうまく使えないようで、前のバージョンの V2 を使う必要があるため、どうしてもイントネーションがおかしいところが出てきてしまいます。
もしかしたらアップロードの音声の質でもクオリティが左右されるのかもしれませんが、この点ちゃんと V3 対応されたらかなり使えるようになると思います。続いては画像と動画生成の機能です。ここではテキストから画像や画像から動画生成などいろいろできるんですが、さっきのテキスト読み上げで生成した音声と画像を組み合わせることで画像がリップシンクで喋り出すみたいな動画を作ることができます。喋らせたい画像を画像生成や写真でもいいんですが用意して、でこれをアップロードします。次にテキスト読み上げで作った音声をセットします。これで生成ボタンを押すだけです。はい、生成された動画はこんな感じです。またデザインの修正ですか。もう勘弁してくださいよ。見てわかるように口の動きが音声に合わせてちゃんと動いてます。これを使えば顔出しなしで YouTube 動画を作ったり、生成したキャラクターをアバターとして動かすことも可能になります。で、ここからは動画制作の幅をさらに広げる便利なツール群をサクサク紹介していきたいと思います。まずはサウンドエフェクト。テキストを入力するだけで欲しい効果音を生成できます。で、これもいくつか試したんですが、ここでのコツは生成したい音声プロンプトをチャット GPT や Gemini で生成して、それを投げてあげると精度の高い音が出やすくなります。で、試しに受話器を取る音の SE を生成したらこんな感じのができました。次にボイスアイソレーター。これが地味に神機能です。雑音まみれの音声から人の声だけをきれいに抽出してくれます。ヒロコードのノウハウすべて手に入ります。ついにヒロコードアカデミー開講しました。特徴は3つ。ヒロコードのノウハウすべて手に入ります。ついにヒロコードアカデミー開講しました。特徴は3つ。はい、そしてスピーチトゥテキスト。動画や音声をアップロードすると、それを文字起こししてくれます。しかもこれ精度めちゃくちゃ高かったです。動画の字幕作成や議事録の作成などにめちゃくちゃ便利な機能です。他にも自分の話し方のまま音質だけを別人に変換するボイスチェンジャー機能や、こんにちは、ヒロです。動画制作やコンテンツ作りをしていて、音声のことで困ったことはありませんか？動画の音声を多言語に翻訳吹き替えする吹き替え機能。 Oh, are we seriously going to have to make design changes again? Oh, please, I've had quite enough of this already. 生成した動画や音声を組み合わせた動画編集ができるスタジオ機能など、音声生成だけにとどまらないクリエイティブな機能が満載のツールになっています。もう勘弁してくださいよ。流暢な日本語テキストの読み上げからリップシンク動画の生成、効果音作成まで、11 Lab は単なる読み上げツールではなく、音声に関することなら何でもお任せの AI ツールです。無料で試せる枠もあるので、気になる方は概要欄のリンクからぜひ試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。